獺祭純米大吟醸磨き2割3分。言ってみりゃ日本酒界のラスボス。いや神殿の奥に祀られてる伝説の聖杯みたいなもんですよ。ボーナスが出たからって調子に乗って買ってきちゃいましたけど、いざ目の前にすると飲めないもんですね。俺なんかが本当に飲んでいいんでしょうか、この神の飲み物を。そもそもこの磨き2割3分、何がすごいって、お米を磨きに磨いて中心の 23% しか使わないってことなんですよ。坂止めの王様山田錦、その外側にある雑味の原因になるタンパク質とか脂質を実に 77% も削り落とす。96時間もかけてじっくりと。考えてみてくださいよ、俺たちの仕事。この企画書をもうちょっと肉付けしといてとか、参考資料念のためもっとつけといてとか、足して足してどんどん太らせることばっかりじゃないですか。獺祭の当時さんが俺の作ったパワポ資料を見たらそっとしますよ、きっと。なんだこの雑味の塊は、磨きが足りんって。俺の仕事もこの獺祭みたいに本質の 23% まで磨き上げられたらどうなるんですかね。いやそもそも俺の仕事に 23% も本質が残ってるのか。正直に言いますけど、日々の業務の 77%、 いや俺の仕事磨き9割9分くらいは誰のためにもなってない無駄な作業な気がするんですよ。そして一番怖いのがね、俺自身がその捨てられるべき 77% の方の人間なんじゃないかって思っちゃうことなんですよね。そうだ、獺祭の「だ」ってカワウソのことなんですよね。捕まれた魚を岸にずらーっと並べる。昔の文豪が資料を広げて文章を考える様をそれに例えたとか。魚を並べる、資料を並べる。イエス、聞こえてきますよ。俺の脳内で役員向けの報告資料を作ってるあの地獄の会議が、この資料のコアは売上 V 字回復の根拠を示す1点のみだ。それ以外の要素は全て雑味だ。そぎ落とせ。でも前回の会議で A 役員は市場全体の動向を B 専務は競合他社の細かいデータを気にされていました。あの魚もこの魚も並べておかないと何を突っ込まれるか。無駄だ。論点がぼやける。価値のある魚はこの1匹のだけのはずだ。もういい。全部並べたけ。役員っていう生き物はな、魚がたくさん並んでないと仕事してないって思うんだよ。カワウソは自分のために魚を並べる。俺たちは他人のために魚を並べてるんだ。いっそのことを法律で決めてくれたらいいんですよ。全社会人業務内容磨き上げ法。AI の分析の結果、あなたの業務の 77% はぬかと認定されました。明日よりコア業務にのみ従事しなさいと。最初は天国ですよ。無駄な会議も忖度だらけの報告書を全部なくなる。でも次第に社会はおかしくなっていく。オフィスから雑談が消え、無駄な飲み会もなくなり、人間が AI のように磨き上げられた 23% の業務をこなすだけ。そして人々は気づくんです。私たちが無駄だと思っていたあの雑談や飲み会の愚痴や非効率なやり取りの中にこそ人間らしい潤滑油があったんじゃないかって。そして究極に磨き上げられた業務はやがてこう宣告されるんです。あなたのコア業務 23%、 AI の方がより効率的に遂行可能であるってね。無駄をそぎ落とした世界はきっとこの獺祭のようにどこまでも積んで美しいんでしょうね。うわー、なんだこれ。華やかな吟醸感が爆発する。蜂蜜みたいな上品な甘みなのに、後味は驚くほど綺麗にスッと消えていく。これが磨き2割3分の世界か。美しい。
確かに美しいですけど、俺みたいな人間が毎日この美しい世界で生きていけるかというと、多分無理ですね。俺たちは捨てられた 77% のぬかみたいな無駄でかっこ悪くてどうしようもない部分を抱えて、なんとか人間やってるのかもしれない。美しいものに憧れて、でも泥臭い現実で生きていくしかない。それでいいのかもしれないですね。まあこの一杯が俺のなけなしの小遣いを見事に 77% ぐらいそぎ落としていったんですけどね。知らんけど、どう思う？